はようございます。はれです。今日は普段48キロ台をキープしている私が実際何日ぐらいで体重を戻せているのか、そしてその間の食事記録をしていきたいと思います。突然思いついて撮ってるのですごい寝起きなんですけど、1月11日体重測ったら 50.7 キロでした。今の時点では何日間になるのかわからないんですけど、頑張ります。食事を紹介する前に今回の検証の結果を先に報告します。1月11日からスタートして1月15日の朝の時点で 48.5 キロまで減量しました。普段体重計ではなく体型の変化で管理しているのですが、割と予想通りの日数で体重を戻せました。私は体重が増えるとお腹に最も顕著に現れます。48キロ台に戻すとくびれが現れてうっすら縦に線が入ります。筋トレしてないので引き締まった体には程遠いですが、私は今の体型が過ごしやすくてとても気に入っています。余談ですが、最近私は自分が反り腰であるということが分かりました。猫背だから反り腰とは無縁だと思っていたのですが、猫背プラス反り腰の人の立ち姿を画像検索すると全く同じでびっくりしました。反り腰が解消されるとぽっこりした腹が解消される可能性があるそうなので、ぜひ同じように悩んでいる人は反り腰チェックをしてみてください。概要欄に私が参考にした反り腰チェックの方法のリンクを貼っておきます。反り腰が改善してぽっこりした腹が解消されたら、今の体型をビフォーとして嬉しいご報告ができたらなと思っています。1日目の朝食です。前回の動画を見てくださっている方はもうお気づきかと思います。前回の動画の撮影日が実は今回の検証の1日目でした。前回の動画を見てくださっている方は同じ内容になってしまうので、1日目はスキップしてください。1日目はかなり忙しい日のため1日コンビニ食です。私がダイエット中にコンビニで食品を選ぶ時のポイントは3つあります。1つ目に主食はおにぎりを選ぶ。パンやパスタなどの小麦粉製品を選ばずにおにぎりを選ぶようにしています。2つ目、1食あたりタンパク質 25g を目標に選ぶ。コンビニ食品のいいところは栄養成分表示がしてあること。あくまで目標なので 25g 到達できない時もありますが、成分表を見ながらできるだけ 25g を目指して買うようにしています。体重によって必要なタンパク質量は変わってくるので、概要欄に自分の必要なタンパク質量がわかる計算式を載せておきます。3つ目にスープを積極的に飲むようにしています。空腹時に早食いしてしまわないように、私はできるだけスープを取り入れて、まずスープを飲んで空腹を落ち着かせてから食事をするようにしています。こちらのポイントに関してもう少し詳しく知りたいという方は前回の動画を見ていただけると嬉しいです。1日目の昼食です。冬の定番であるおでんは実は高タンパクで低カロリー。セブンのこちらのおでんは大根、厚揚げ、白竹、卵、ちくわの5種類の具が入っています。私が今回選んだ砂肝も高タンパクで低カロリーなダイエット向きの食材です。しっかり噛んでいただきます。1日目の夕食です。魚は高タンパクな上、魚の脂質は脂肪燃焼を促進する働きがあると言われています。私はダイエット中積極的に取り入れるようにしています。私は冷ややっこが苦手なので絹豆腐だけ少し調理をします。絹豆腐をクッキングペーパーに包んでレンジ 600W で2分温めます。手で適当な大きさに分けながら中火のフライパンで焼きます。油は引かなくて大丈夫です。両面焦げ目がつく程度に焼いたら、めんつゆの素大さじ1を入れて完成です。もともと豆腐が苦手だったのですが、このレシピで克服することができたので、もし豆腐が苦手という方にはぜひ作ってみてほしいレシピです。2日目の体重測定です。2日目の朝食です。今日の朝は昨日の夕食が遅かったのであまりお腹が空いていません。
なので今日はプロテインだけ飲みます。お腹が空いたら早めの昼食にしようと思います。今私が飲んでいるプロテインは1スクープ 30g でタンパク質 26.4g 摂取できるものです。このプロテインを選んだ理由は原材料がシンプルだからです。今までは毎朝美味しく飲めるプロテインがいいと思いたくさん試してみましたが、結局毎日飲んで美味しいと思えるものがありませんでした。なので私はブレンダーを買って味も原材料もシンプルなものを選んで好きな味を作って飲むことにしました。プロテイン 30g に無調整豆乳を 150cc、 ブルーベリー10粒に蜂蜜を 10g 入れます。ブレンダーで混ぜます。私はダイエット中自炊する際は3つのルールを設けています。まず1つ目に1食あたり玄米 80g から 100g 食べること。2つ目に1食あたりタンパク質 25g を目標に摂るようにしています。3つ目にキノコを積極的に摂るようにしています。なぜこういったルールを作ったのかの理由について詳しく知りたい方はこちらの動画を参考にしていただけると嬉しいです。2日目の昼食です。100g ずつ冷凍保存している玄米に水を 15cc かけてレンジで温めます。サバの味噌煮缶1/2の量にマヨネーズを小さじ1、白ごまを大さじ1入れてよく混ぜ合わせます。大葉を粗い千切りにします。玄米ご飯 100g、 サバ味噌、大葉をのせたら完成です。切り干し大根を軽く洗いスープカップに入れます。わかめ大さじ1、顆粒だし小さじ1/2、醤油大さじ1、水 150cc を入れたらレンジ 600W で1分半温めます。昼食の完成です。サバ缶が苦手な人もぜひ挑戦してみてほしいレシピです。私の夫はサバ缶が苦手なのですが、これは美味しいと絶賛してくれました。サバなどの青魚には特に EPA という脂肪酸が多く含まれており、この EPA は脂肪を分解して熱を作る働きをし、体脂肪を燃焼してくれると言われています。切り干し大根はとっても食物繊維が豊富で便秘解消効果が期待できます。シャキッとした食感も満足感が得られるのでしっかり噛んでいただきます。2日目の夕食です。今日は夫が珍しくリクエストをくれたので麻婆豆腐を作ります。えのきは石突きを切って1/3約 30g 程度用意します。私はいつもキノコ類は石突きだけ切って冷凍保存しています。以前の動画でたくさんご質問いただいたこの保存袋はスタッシャーというメーカーのものです。丈夫なシリコン製で繰り返し使えるのでとても気に入っています。刻んだネギも準備しておきます。豚ひき肉 80g と豆腐 200g を用意したら準備完了です。フライパンにごま油小さじ1を入れます。豚ひき肉を中火で加熱します。豚ひき肉にある程度火が通ったらえのきをほぐしながら加えます。醤油小さじ2、酒小さじ2、生姜とニンニクチューブを各3センチずつ、鶏ガラスープの素小さじ1/2、豆板醤小さじ1を加えて混ぜ合わせます。ネギを好きなだけ入れて豆腐を2センチ角に切って加えます。最後に水溶き片栗粉を加えたら完成です。卵スープを作ります。卵1個をかき混ぜて沸騰したお湯を 150cc 注ぎます。わかめ大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2を加えます。ゆっくりかき混ぜたらレンジ 600W で1分半温めます。ごまを小さじ1、ごま油小さじ1を入れて完成です。私は夕食が20時以降になる場合は玄米の代わりに豆腐を食べたり豆腐を主食としたレシピを作ることが多いです。玄米は消化吸収が遅く腹持ちがいい反面、私の場合睡眠までの時間が短いと少しお腹が苦しくて寝つきづらい感覚があります。本当は夕食を早く食べられるといいのですが、仕事柄どうしても遅くなってしまう日もあるので、睡眠の質を第一に玄米にするか豆腐にするか選んで食べています。3日目の体重測定です。3日目の朝食です。今日もブルーベリーのプロテインを飲みます。無調整豆乳 150cc にプロテイン1スクープ 30g を入れます。ブルーベリー10粒と蜂蜜 10g を入れます。ツ
ナマヨオートミール巻きを作ります。私が食べている日食のプレミアムビュアオートミールは大さじ大盛り3杯で約 30g です。水を 60cc 加えます。レンジ 600W で1分半温めます。ツナ水煮缶1/2分の1缶にマヨネーズ小さじ1を加えて混ぜ合わせます。このままラップでツナマヨを包んでおにぎりにするのも簡単で美味しいですし、私は最近手巻き風に巻くのにハマっています。ツナマヨオートミール巻きの完成です。私はオートミールの味が少し苦手だったのですが、このようにお米のようにして食べることで克服しました。オートミールは玄米よりも高タンパクで食物繊維が豊富な食材です。時間がある時はこうやって朝食にオートミールを取り入れたりしています。3日目の昼食です。そばは必ず小麦粉の含まれてない10割そばを選びます。そばは高タンパクで低脂質、そして血糖値の上昇が緩やかな低 GI 食品です。私がダイエット中唯一食べる麺類です。私はそばが大好きなのですが、唯一の弱点はすぐにお腹が空いてしまうことかなと思います。椎茸を2つスライスします。ネギは小口切りにします。鶏胸肉 100g を一口サイズにカットし、片栗粉小さじ1/2分の1を薄くまぶします。小鍋に鶏胸肉と椎茸を入れて、水 300cc、顆粒だし小さじ1/2分の1、醤油大さじ1、みりん大さじ1を加えて中火でひと煮立ちさせます。そばを茹でます。ネギを乗せたら完成です。それではいただきます。3日目の夕食です。今日はほうれん草のおひたしを3食分まとめて作って作り置きします。ほうれん草を5センチ幅にざく切りして保存容器に入れます。石突きを切ったしめじを約 50g 加えます。水を 30cc 加えて軽くラップをしてレンジ 600W で2分温めます。顆粒だし小さじ1/2分の1、醤油大さじ1、みりん大さじ1を加えて混ぜ合わせたらほうれん草のおひたしの完成です。鶏胸肉 150g を一口サイズにカットします。醤油大さじ1、酒大さじ1、生姜とニンニクチューブ2センチ程度を加えてよく混ぜ合わせたら、一つずつ片栗粉を薄くまぶしていきます。フライパンにオリーブオイルを大さじ1入れます。中火で鶏胸肉を焼いていきます。薄くまぶした片栗粉が衣の役割をし、パサつかずにジューシーに仕上がります。大量の油を使わなくても唐揚げのような味付けでとっても美味しいです。わかめの中華スープを作ります。スープカップにわかめ大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1/2分の1、水を 200cc 入れて軽く混ぜ合わせたらレンジ 600W で1分半温めます。ごま油小さじ1とごまを入れたら完成です。鶏胸肉レシピの中で一番大好きなレシピです。今日は早めに夕食が食べられたので玄米ご飯と一緒にいただきます。4日目の体重測定です。4日目の朝食です。この日はとても寒い朝だったので、温かい味噌汁とおにぎりにします。前回の動画でもたくさんご質問いただいたこちらのおにぎりケースはダイソーで買いました。ちょうど 80g から 100g ぐらい入る容量で、私にとってはすごく便利なアイテムです。ただし私の近所のダイソーではずっと入荷されないので、もう販売してないのかなと思っています。おにぎりに梅干しを添えて海苔で巻きます。豆腐 100gは多かったので 50g ぐらいがおすすめです。水 100cc に顆粒だし小さじ1/2分の1、わかめ大さじ1を加えてレンジ 600W で1分半温めます。味噌小さじ1を溶かし入れたら完成です。玄米のおにぎりはしっかり噛んで食べます。4日目の昼食です。
鮭を魚焼きグリルで焼きます。作り置きしておいたほうれん草のおひたしをお皿に盛り付けます。スープカップに豆腐 50g とわかめ大さじ1を入れます。顆粒だし小さじ1/2、水 150cc を加えてレンジ 600W で1分半温めます。玄米おにぎりに海苔を巻きます。ほうれん草に鰹節を添えて鮭をのせます。レンジ加熱したスープに味噌を小さじ1溶かし入れたら完成です。ダイエット中はできるだけ魚を摂るようにしています。お腹が空いている時はスープを先に飲んで空腹を落ち着かせ、早食いしないようにしています。食事中は食事に集中してお腹も心も満たす食事を心がけています。4日目の夕食です。鍋に水 400cc、顆粒だしを小さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1を入れて軽く混ぜておきます。小松菜はかなり大きめにざく切りにします。ネギは1本分斜め切りにします。椎茸も大きめにスライスします。えのきは1/3分の1株分だけ使います。舞茸を 30g 用意します。鶏胸肉は一口サイズに切って片栗粉小さじ1をまぶしておきます。具材を鍋に詰めていきます。最後に絹豆腐を入れて火にかけます。きのこ鍋の完成です。鶏ときのこの旨味がよく出ていてとっても美味しいです。この4日間、きのこや海藻類で食物繊維をたっぷり摂ったおかげでかなり腸内環境が良くなりました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。改めて記録して分かった4日間で2キロ減量できたポイントは3つあると考えています。まず1つ目にお菓子と小麦粉をやめたこと。私にとって甘いお菓子や小麦粉製品は食べれば食べるほど食欲を増す食材なので、この2つを避けることによって食欲を抑えられ減量につながったかなと思っています。2つ目に腸内環境が改善したこと。食物繊維が豊富に含まれているキノコやわかめなどの海藻類を意識的に摂ることで1回目あたりからすごく腸内環境が良くなったことを実感できました。これも減量につながったと思います。3つ目にタンパク質をしっかり摂取したこと。特に朝タンパク質をしっかり摂取するとその日一日の食欲が抑えられると言われています。なので今回プロテインを取り入れたりすることで正月の暴飲暴食でおかしくなっていた食欲がしっかりコントロールできるようになったかなと思います。何かこの動画から一つでも参考にしていただけると嬉しいです。以上、あやはれでした。